前回のあらすじ。ソ連は崩壊し、世界各地で戦争、内紛、要人暗殺が頻発する中、日本においても皇族の暗殺、経済危機、東日本大震災と立て続けに重大事態が発生。国内が不安定化する中、首相は玉上俊夫から安倍晋三に交代した。その後の安倍晋三政権下では国内の安定化に注力し、経済危機の煽りを受けた国民に対しての給付金や失業者に対しての軍での雇用に積極的に力を入れていった。その結果、2011年4月の令和のブラックマンデーから始まる一連の経済危機からは、翌年1月には脱し、再び日本経済は成長軌道に乗り出した。しかしその後の2012年2月12日に安倍晋三首相が奈良において暗殺されることで、その後任に選ばれる石原慎太郎首相のもと、日本はより急進的な方向に舵を切っていくのであった。こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、中国ふさぎです。というわけで前回に引き続き、レッドワールダックスモッド、日本プレイの続きをやっていくのだ。前回の最後は、安倍晋三首相が暗殺されてしまったところまでだったね。そうなのだ。今は臨時で石原慎太郎が代行でついているのだ。石原慎太郎か。確か彼はこの世界だと極右政治家なのだ。そして石原慎太郎のライバルであった安倍晋三が亡くなったことで、次の首相候補は自動的に彼になるよ。あれ大丈夫かこの日本。まあまあ、とりあえず石原内閣組閣に向けて国家方針を進めていくのだ。さらにここで平和憲法を完全削除っと。いや何やってんのさ。いや、ようやく日本の足かせが外れたのだ。嘘でしょ。まあ憲法改正には日本国民の過半数の賛成が必要だし、この会見は日本国民の総意でもあるのだ。そうなのか。なら仕方ないな。だって日本は民主主義国家だし。ただしこの画像、てめえはダメだ。石原慎太郎新首相は会見で、自衛隊は本日より日本軍になり、専制政治下にあるあらゆる国に対して民主主義を広げていくと高らかに宣言したのだ。なるほど。これに対して共産圏の中国、朝鮮、インドネシアは反発した模様だね。ただ奴らは非難するだけで特段の行動は起こせていないのだ。そりゃ世界2位の経済大国に喧嘩売るバカな国存在しませんよ。おや？どうやら中国の方から文化大革命の完全な終焉とのニュースが入ってきたようだね。あいつら少し前から改革開放って言って自由化を推し進めていたけど、成果が出始めているのか。さらに中華人民共和国は次期指導者として白吉来を選出。左翼ポピーストが国家主席になったか。中継モデルと呼ばれる統治スタイルで成果を上げた白吉来だし、今後は中国全土が発展しそうだな。これはいずれ脅威になる予感がするのだ。早めに叩くか。なぜその発想になる。ちなみに現在の GDP ランキングはこんな感じなのだ。ロシアとの差もだいぶ縮まりましたね。一方の国内では、かつての大日本帝国時代をタブー視するのではなく、栄光の時代として再確認する国家方針を進めるのだ。かつての国家の栄光を80年前の強い日本を取り戻すってことだね。その第一弾として国内の重工業復興計画を始動。師団が強化されるし工場出力も上がるみたいだ。第2弾では大規模住宅建設計画も開始。全国でニュータウン計画が始動するのだ。民主工場がたくさんもらえるのか。そしてここで経済法を民間経済から早期動員に変更するのだ。着々と戦争が近づいている。そして極めつけは戦時体制再編法案の制定。これにより日本は対外戦争を遂行できる法律と戦力を正式に持つことができるよ。ようやくここまで来れましたね。また国会では国粋主義者が全権を掌握とのこと、円滑な政権運営をこれで行うことができるのだ。裏を返せばブレーキ役がいなくなったとも言えるな。西太平洋条約機構。第二次世界大戦後の秩序が崩壊し、憲法9条が廃止された後、日本は初めて国際的な軍事組織を結成した。この組織は西太平洋条約機構と呼ばれており、石原慎太郎首相によれば、アジア太平洋地域の自由と民主主義を守り、広めるために設立され、すでに多くの潜在同盟国と協力体制を築いているという。多くの東アジアに住む人々は、これが再び東アジアにおける大戦争につながるのではないかと懸念しているが、台湾当局は本土からの圧力により当組織に加盟しなかったため、東アジアの平和はしばらく続くだろうと予測されている。ついに日本主導の軍事同盟、西太平洋条約機構が発足したのだ。中朝政府が反発しているようだけど。まあ反発したところですでに加盟国は順調に増えていってるのだ。最初の加盟国はブルネイか。2カ国目はシンガポール、
いや、よく見たら日本の支援を受けた極右勢力がクーデターを起こして加盟してるな。両強リークアンユー政権を打倒した民主派に幸おからんことを。本当に民主派なんですかね。私には軍事政権にしか見えないけど。また社会主義政権のフィリピンに対しては鉄拳にて自由を布教しに行くのだ。何気に初めての本格的な対外戦争だ。早速フィリピン北部のルソン島、南部のミンダナオ島に上陸作戦完了後、直ちに南北から侵攻していくのだ。それと同時進行で朝鮮に対しても行動を起こしていくよ。朝鮮に対して日本の工作員を潜入させるのか。さらに朝鮮における分離工作も進めるよ。苦難の行軍以降、ソウルでは学生による民主化運動が発生しているようだし、さらにその運動を煽り立てて朝鮮を不安定化させるってわけね。そして朝鮮の民族主義者を阻害することで朝鮮南部の分離工作も進めるのだ。朝鮮における工作活動は順調そうだけど、フィリピンの方はどうなのかな。すでに首都マニラは陥落させて臨時首都のセブに向けて前進中なのだ。とここでフィリピンが降伏。順調そうでよかった。それでは進行中の戦争もなくなったところで本格的に朝鮮に対しての干渉を開始するよ。まずは全羅北道の分離勢力に資金を提供。その次は朝鮮に対しての特殊軍事作戦を計画するのだ。特殊軍事作戦。総員戦闘配置につくのだ。朝鮮の民主派との接触に成功。ソウルから自由主義派が朝鮮南部に分散し、我々との接触に成功した。我々の朝鮮潜入工作は実を結び、全羅道と慶尚道の要人の多くが日本への亡命に合意したのである。そして今、釜山と広州のソウルとの連絡は途絶えた。南朝鮮の花。日本が民主化の影響を長期化させ、朝鮮労働党が残忍な政策を取る中、朝鮮南部の民族主義者と軍部の反乱軍が広州で武装蜂起を起こした。日本の支援を受けて武装した反乱軍は、全羅道と慶尚道を迅速に掌握している。ソ連の勢力圏内で最も奇妙で謎であった朝鮮民主主義人民共和国の支配は終わりを告げようとしているのである。ついに長年の分離工作が実を結んだのだ。すでに朝鮮南部ではパククネ率いる大韓国民連合が成立。北朝鮮と戦闘を開始したとのこと。日本もすぐに大韓国民連合を支援するのだ。開戦から5日後の2014年3月15日に日本軍は釜山港に到着。直ちに北に向けての進軍計画を立てるのだ。早速全面攻勢を開始。全てにおいて優勢だ。事前に現地の韓国軍との連携を想定してきたから朝鮮軍はなすすべなく敗走しているのだ。制空権の方は大丈夫？もちろん大丈夫なのだ。南部、中部朝鮮ともに日本側が優勢だよ。そして戦闘はついに朝鮮民主主義人民共和国首都のソウルに迫ったのだ。散発的な抵抗は見られましたが、機械化された日本軍の相手ではありませんね。そして朝鮮は首都平壌に移転。しかし敵の戦線は完全に崩壊しており、すぐにそちらも占領できる見込みなのだ。特殊軍事作戦開始から2ヶ月でここまで攻めると国内世論は熱狂しているだろうな。目指すは朝鮮半島全体の解放、暴力行まで全速力で進軍なのだ。その一方で朝鮮から反乱で独立した地域においては住民投票を行い、当該地域を日本に編入するかどうかを問うよ。なんだろう、特殊軍事作戦からの住民投票で州を編入するのってどっかで見たことあるぞ。我々日本は民主主義のプロセスにのっとって極めて公正な方法で州の編入を決定するのだ。の割には最初から日本に編入されるのが決まってるのおかしくないか。それはそうと日本軍はついに朝鮮の臨時首都平壌を占領したのだ。すでに朝鮮人民軍の抵抗がなく降伏も近いですね。中華人民共和国の調停案。国内の改革に忙殺されていた中華人民共和国は、日本を北緯38度線より北に攻め込ませてはいけない。さもなければ中国の安全保障が深刻な脅威にさらされることにようやく気がついたようだ。現在彼らは日本と朝鮮の間に北緯38度線上での停戦を提案している。また彼らは日本がこの調停案を拒否した場合、人民解放軍が武力で介入すると警告している。やはり中華人民共和国が動きましたか。ついにその日がやってきたか。ただここで開戦というわけではなく、調停案によって北緯38度線で停戦もできますね。笑わせるなのだ。中華人民共和国はつい数年前まで文化大革命が行われてきて、今も国内は荒廃しているのだ。なるほど。だからこの際中華人民共和国も朝鮮とまとめて東アジアから共産主義者を一掃してやるいい機会だと思わないか。そうかな。そうかも。そうと決まればこんなくだらない調停案なんて即却下なのだ。
本当に中国との戦争を始めちゃったよ。それと同時に第二次朝鮮戦争激化とのニュースが来たよ。朝廷は決裂し、朝鮮、中国連邦軍と韓国、日本連邦軍との戦争に発展したようだ。大アジア戦争。本日、日中関係は第二次世界大戦の頃に匹敵するほど深刻な段階にまで悪化している。朝鮮半島の軍事境界線上でも太平洋上でも日中の圧力は続き、最終的に中国軍と日本軍は再び戦場で対峙し、第二次日中戦争が始まった。次回、大アジア戦争。お楽しみに。